チーズワールドへようこそ。僕が乗っている50プリウスは現在純正のオプション品を除いてほぼフルノーマルの状態なのですが、今後ドライブレコーダーをはじめとした伝送品の取り付けをしていきたいので、今回はそのための準備として電源の確保をしていきたいと思います。ところで DIY で伝送品を取り付ける場合は、次に挙げる2つのどちらかで電源を接続するケースが多いと思います。1つ目はシガーソケットから電源を取る方法で、もう1つは車両のフューズボックスにフューズ電源を取り付けて分岐する方法です。シガーソケットでの取り付けは簡単で安全というメリットがありますが、伝送品が増えてくるとたくさんのソケットを挿すための大きな分配器や大量の配線が車内にあふれて雑然とした感じになってしまうというデメリットがあります。またシガーソケットからはアクセサリー電源しか取れないので、常時電源やイルミネーション電源が必要な場合には対応することができません。一方、ヒューズ電源を使ってヒューズボックスから分岐する方法では、表からは見えないスマートな取り付けができますし、常時電源やイルミネーション電源も取ることができるメリットがあるのですが、伝送品が増えてくると至るところでタコ足配線に延長ケーブルを継ぎ足すような状態になってしまうことがあります。そのようなカオス状態になってしまうと、もしも断線やショートなどの不具合が起きた場合に原因を探すのが困難になってしまいますし、そうでなくても配線の経路に無駄が多いので、限られたスペースに配線をきれいに収めるのが難しくなります。これらの問題を解決する方法として、僕はあらかじめ端子台を作成しておき、そこから電源を取るという方法を採用しています。なお、端子台と聞いてピンとこない方もおられるかと思うのですが、これは配線の接続や中継、あるいは分岐などの目的でケーブルを固定するための台になります。端子台はターミナルブロックとも呼ばれるもので、例えば常時電源やアクセサリー電源が欲しいときは、端子台の配線にギボシ端子を接続するだけで電源の取り出しが完了するので、作業時間が短縮されますし、伝送品に必要な配線が1箇所にまとまるので、配線を引き回す経路も計画しやすくなります。結果的に配線の塊がダッシュボード内を圧迫してしまう事態を避けられますし、トラブルが起きた時にも原因を絞り込むのが簡単になります。このようにメリットの多い端子台をプリウスにも取り付けたいと思うのですが、この動画はいろいろな方に見ていただいているので、先に1点だけ注意事項をお伝えさせてください。それは、車のカスタムというのは自己責任が原則の趣味の世界だということです。端子台の作成は伝送品をたくさんつける方にとってはメリットの多い DIY ですが、車の電気系統をいじるので、いい加減に作成するとかえってトラブルの原因になることがあります。なお、作成や運用についての注意事項もお伝えしていきますが、今回の作業に関しては、例えばフューズ電源を使った伝送品の取り付けを理解されているという程度の完全な初心者ではない方を想定して動画を作成していますので、あらかじめご了承ください。ちなみに基本的には以前セカンドカーのコペに端子台を取り付けた時と同じ作業になるのですが、その時の動画のコメント欄に同じものを作成しましたと書き込んでくださった方がいらっしゃったので、今回はもう少し具体的に作成する上でのポイントや注意点の解説を入れつつ作業していきたいと思います。まずは配線を準備します。機能別に配線の色を定めた JEITA のカラーコードを参考に、常時電源の黄色、アクセサリー電源の赤、アースの黒、そしてイルミネーション電源用に白を用意しました。イルミネーション電源は本来橙色なのですが、近場のホームセンターには売っていなかったので白で代用します。ちなみに配線の径は 0.75 スケアを使用しています。端子台の用途としては 0.5 スケアでもいいのですが、僕はしっかりとしたものにしたいのと、使っていない配線の端が車の振動でパネルなどに当たって異音の原因となるのをできるだけ避ける目的で 0.75 スケアを使用しています。続いて配線を切り出していきます。配線の長さはアース以外の電源線を 105mm、アースのみを 145mm に切り出していきます。中途半端な長さに思えるかもしれませんが、動画作成前に何度か試作を繰り返して個人的にベストだと思える形状にするための長さを割り出した結果なので、作成される場合は完成品の長さを見て一つの基準にしていただければと思います。続いて配線の被覆を剥いでいくのですが、僕はこの作業にオルファのアートナイフを使用しています。これまでは黄色い軸のものをずっと使ってきたのですが、この度 LTD09 という高品質なアートナイフを購入しました。LTD09 はオルファのこだわりが込められたリミテッドシリーズの製品で、
アルミ製のボディとニッケルメッキされたグリップが特徴になっています。ちなみにこれは YouTube の収益で初めて購入した道具になります。毎月編集ソフトのサブスクを支払うとほぼトントンなのですが、こうして手元に形として残ると、チャンネルが視聴者さんに支えられていることを強く実感しますね。いつもご視聴いただき、本当にありがとうございます。僕はいろいろな加工にアートナイフを使用するので、これから長く愛用していきたいと思っています。さて、まずはギボシ端子をつけるために、切り出した配線の両端を5ミリ剥いでいきます。作業としてはアートナイフの刃がギリギリ蘇線までいかない程度に切れ目を入れてから、指で折り曲げて配線の被覆を切る感じにすると、蘇線切れを起こすことなく綺麗に仕上がります。なお、被覆の除去幅を5ミリにすることで、ギボシ端子の芯線にかける内側の爪から蘇線が約1ミリ出る状態になります。続いて配線の片側にギボシ端子をかしめていきます。所有している圧着工具はロブテックスの FK1 なのですが、開閉がとても硬いので使い勝手はいまいちな印象です。作業的にはアース以外の電源線にはメスのギボシ端子をかしめ、アースのみオスの端子をかしめていきます。ギボシのメス端子は全体がスリーブで覆われているので、電源線に使ってもショートする危険は少ないのですが、もしもオス端子を電源線に使ってしまうと、ボディアースに触れた時点で即ショートしてしまうからです。なお、この後のハンダ付けで被覆が溶けないようにするため、この段階では芯線にかける内側の爪だけを圧着していきます。黒のアース線には間違えないようにメスのギボシ端子をかしめていきます。続いて配線にスリーブを通して反対側のギボシ端子も芯線にかける内側の爪だけを圧着していきます。それにしてもロブテックスの FK1 は開閉が硬いですね。有名な潤滑剤であるベルハンマーを使ったところ、なんとか片手で開閉可能になりましたが、もしかしたら外れ品を引いてしまったのかもしれません。またダイスにも少し歪みがあって、インスレーションバレル用のダイスから徐々に小さなダイスでかしめていかないと、時々端子の作成に失敗するので、そのうち不二家の FA203 に買い替えたいなと思っています。次はギボシ端子のハンダ付けを行うのですが、今回新たにツールクリッパーという道具を購入してみました。作業的にはなくても全然問題ないのですが、アップで動画を撮影するときに対象物が動くとピントが外れて使えないカットになったり、フレームアウトしてしまうことがあるので、それらの改善を期待しての導入です。ものとしてはアームの角度調整に使う超ナットの形状がいまいちだったり、ベースの部品が小さくて軽いので、少しの力でも動いたりしてしまう点は気になるものの、ピントずれを気にしなくていいので、撮影はすごくやりやすいですね。ちなみに僕は基本的に全ての端子をハンダ付けしているのですが、これは端子の抜けを防止したいからです。ダッシュボード内で端子台を設置できるような場所は、周りにいろいろな部品や配線類があって作業性が良くないことが多く、また配線の長さも最小限にしているので、仮にギボシ端子を抜くときに引っ張り応力がかかってもトラブルにならないようにしたいという思いがあります。メス端子の方はツールクリッパーによる放熱でいつもとはハンダ付けの感じが変わって戸惑いましたが、悪くない感じに仕上がりました。ハンダ付けが終わったので、配線の被覆をかしめる外側の爪を圧着してスリーブをかぶせていきます。
次に端子台に取り付ける端子を紹介します。今回使用するのは裸圧着端子というもので、大きさの違う2種類を使います。1つ目は 0.75 スケアの配線を1本だけかしめる際に使用する R1.25 の 3.5 という品番の丸型端子になります。2つ目は分岐配線を作成する際に使用するもので R2 の 3.5 という品番の丸型端子になります。なお、裸圧着端子は対応したサイズの絶縁キャップが必要になるので、サイズ 1.25 と2の絶縁キャップを色別に準備しています。端子については実に様々なサイズのものが売られているのですが、使用する配線の径で選ぶべきものが変わりますし、適当に買うと端子の穴が小さくて端子台のネジが入らなかったり、逆に大きすぎて端子台の仕切りに当たって取り付けられない可能性があるので、紹介していない材料で作成する場合は、購入前にしっかりと規格の一覧表を確認する必要があります。なお、ネジの緩みで端子が外れる懸念があるため、Y 型端子はお勧めしません。端子台にはカバーがあり、振動でネジが緩んでもカバーに当たって抜け落ちないようになっています。特に常時電源などの入力端子については、ネジの緩みで端子が外れてショートする可能性を排除するために、必ず丸型端子を使うようにします。続いて、裸圧着端子を取り付けるために、配線の被覆を剥いでいきます。除去する被覆の長さは、分岐配線の場合、中心から 11mm になります。こちらも動画作成前に何度か試作を繰り返して、端子から約 1mm 粗線が出る長さを割り出しました。ちなみに、分岐配線ではなく、入力側の配線は、端から 5.5mm 被覆を除去していきます。作業はギボシと同じように、アートナイフの刃がギリギリ粗線までいかない程度に切れ目を入れてから、指で折り曲げて配線の被覆を切る感じにします。切れ目を入れた中間の被覆は、アートナイフで縦に切れ目を入れてから、プライヤーで掴んで除去します。被覆を除去したら、配線を軽くねじって2つに折り曲げ、粗線を軽く整えておきます。残りの分岐配線も同じように作業していきます。配線に絶縁キャップを通していくのですが、ハンダ付けをする際の影響を考えて、先端から少し離しておくようにします。続いて入力側の配線も被覆を除去していきます。こちらの除去幅は先ほどご紹介した通り 5.5mm にしています。続いて端子を取り付けていくのですが、裸圧着端子を圧着するには専用の工具が必要になります。僕のようにハンダ付けを併用する場合は、適当な工具でかしめてもトラブルになることはまずないのですが、できれば専用の工具の使用をお勧めします。今回購入した宝山の P73 には、サイズ 1.25 と2の裸圧着端子を圧着するためのもので、まさに今回の作業にうってつけの工具になります。開閉機構にはラッチがついており、かしめ不良が起きないようになっています。まずは入力側の配線に R1.25 の絶縁キャップを通しておきます。続いて圧着工具に R1.25 の裸圧着端子をセットしてかしめていきます。工具の動作はとても滑らかで、さすが専用工具だと感じます。実は先ほど紹介したロブテックスの FK1 でも裸圧着端子のかしめは可能なのですが、フィーリングも仕上がりも大きく異なる印象です。続いて分岐配線に裸圧着端子をかしめていきます。入力側の配線と異なり、こちらには R2 の端子を取り付けます。宝山の P73 には
整形確認機構付きなので、正しく圧着されていればダイスの刻印が入ります。この端子を潰していく感じにはそこはかとない気持ちよさがありますね。端子や絶縁キャップが大量に余っているので、気が向いたら端子台を量産して販売するのもありかなと思いました。次に端子のハンダ付けを行っていきます。裸圧着端子はメスのギボシ端子と違ってツールクリッパーによる放熱でハンダ付けの感覚が変わるような印象はありませんでした。端子に接縁スリーブをかぶせて配線部分は完成です。配線ができたので端子台に留めていきます。今回は常時電源、アクセサリー電源、イルミネーション電源、そしてアースの4つをつなぎたいので、端子台は春日電機の T1004 という4端子のものを購入しました。なお、サイズは用途によって変えていただければいいと思うのですが、あまり大きなものを選んでしまうと取り付けられる場所がなかったり、その後の配線が大変になるので注意が必要です。僕の作り方であれば、配線の圧着端子を背中合わせにすることによって1箇所あたり4本の配線をつなぐことができるので、それを念頭に過不足のないサイズを選ぶことをお勧めします。もしも実際に使用する配線が2本までであれば、もう2本分は端子台から外しておき、使用するのが1本であれば使わない端子にテープを巻いておくことで、さらに安全な運用が可能です。今はとりあえず全ての端子をネジ止めしていきますが、この作業をしていると前から気になっているボイスのラクルという電動ドライバーが欲しくなってきます。なくても作業はできますが、余裕ができたらそのうち購入したいですね。最後にラベルを作成していきます。常時電源はバッテリーの BAT、アクセサリー電源の ACC、イルミネーション電源の ILM、アースはグランドの GND の表記としています。今回は配線の色でも判別可能ですが、例えばルームランプ連動アースなどを配線した場合に、ボディアースとの区別をつけるためにもラベリングはあった方がいいと思います。以上で端子台の作成は終了です。最後に作成した配線の長さを見ていきます。まずは電源側ですが、メス側のギボシのスリーブを配線の根元まで上げたときに、ちょうど端子が全て露出する長さとしています。電装品の取り外しでギボシが硬い場合は、内側の爪をプライヤーで掴んで作業性を上げたいので、実質的にこれが最短の長さになると思います。なお、0.75 スケアの配線を使い、端子を全てハンダ付けしているので、多少の引っ張り揚力がかかる使い方をしても大丈夫です。続いてアース側の配線ですが、こちら電源側の端子よりも長くなるように作成しています。具体的には、メス側のギボシ先端からオス側のスリーブ先端までの距離が約 10mm になるようにしています。前提として、電装品の付け外しをする際はバッテリーを外すのですが、トラブル対応の時などは、あえて通電状態にあるギボシのスリーブをずらしてテスターを当てる可能性もあると思います。たとえこのような状況になったとしても、隣り合ったギボシ端子が極力ショートしないようにすることが目的です。この長さの差を生かすために、端子台を取り付ける際は出力側を下向きにするか、
横向きに取り付ける場合はマウスが一番下になるようにします。この後はガレージの車を入れ替えて取り付け作業を行っていくのですが、長くなってしまったので一旦ここで区切りたいと思います。続きも順次作成していきますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。